こんばんは。私、喫音のある医師の、菊池と言います。この YouTube ライブの、目的は、喫音のある子供さんや、保護者の体験とか知恵とか情報を、共有する、分かち合いの場。そして、次の目的としては、明日から新しい行動を、トライするってね、独り立ちしてもらって、最後、時計の話っていうのを、キツキの当事者のために行動を啓発するって、動くといいかなと思っています。今日の内容として、3つ考えてまして、まずは、小中高校生向けに、既存の合理的配慮の情報を知っておいた方がいいかなって思ってます。で、2番目に、学校に行きたくないなっていう風な背景。2番目に、アンケートをご紹介させていただきます。既存外来をしてる中、2つのアプローチを考えながらしてるってね。リスクマネジメントと、問題解決ですね。何のリスクマネジメントかっていうと、室温のある子が社交不安症にならないために、リスクマネジメントの話をするんですね。社交不安症って何かっていうと、自分のいる環境が、居心地が悪いってね、学校が居心地悪いっていうふうに思うと、学校行きたくないなっていうのと繋がってます。子供さんに会うときに、もう二つの視点で考えるんですね。休み時間が居心地悪くないか、授業中に居心地悪くないかってね。休み時間っていうのは、他人の先生がいないところで、からかいやいじめが起きてないかってね、新しい友達作れてないかってね、いうふうなことで、子供に真似とかされてないのって、なんでそういう話するのっていうふうに聞かれてないのとか、笑われてないのっていうふうなことを確認して、昼休み何してるのっていうふうな感じで聞くことが多いです。授業中に居心地が悪いってね、いうような時っていうのは、人前で話すことに関して怖さを感じてないかってね、逃げ癖がないかってね、それを確認するために、事業中手を挙げて発表していますかってね、いう風に聞くのと、音読、日直、健康観察、自己紹介、いろんなことで、発表で困ってないかってね、先生との関係で、先生が基礎のメカニズムをちゃんと知ってるかってね、実際アンケートの紹介しましょうかね。小学生のアンケートからいきましょう。週3、小2。男子、今のクラス、居心地は良い。授業中、居心地は国語の音読や授業中の発表で喫音が出た時に、友達が代わってあげる。話しにくいから待ってあげて、などとフォローしてくれる。休み時間、居心地は、今のところ、真似や指摘はなく居心地は良い。他の喫音のある小中高生に伝えたいこと。喫音はとても辛くて嫌だけど、自分以外にもたくさん仲間がいるので一緒に頑張りましょう。小学2年生の子で、ふうくんの仲間がいるんだろうなって、とてもいい、今クラスだと思います。親御さんの働きかけも、とても、いいと思います。スーさん、小4、男子、今のクラス、居心地は良い。授業中、居心地は4月にクラスのお友達に喫音について自分で説明をしました。みんな、真面目に聞いてくれていて嬉しかったです。この1年も良い1年になりそうです。休み時間、居心地は5分休みでは友達と乗船という定規を使った遊びをよくしていて楽しいです。20分休みでは外で友達と仲良く遊んでいて毎日が楽しいです。他の喫音のある小中高生に伝えたいこと。喫音があるのは一人ではありません。自信を持ってください。4年生になると、クラスで、喫音について自分で説明する。みんな真面目に聞いてくれて、そして休み時間も友達がいるってね。とても素晴らしいと思います。アニモさん、小3、男子、今のクラス。居心地は良い。授業中、居心地は道徳の時間で周りの視線を気にしております。休み時間、居心地は、休み時間は授業中に比べて居心地は良いです。ありがとうございます。次いきます。ドーナツさん、正午、女子、今のクラス、居心地良いですか？わからない。授業中、居心地は良い理由。音読は丸読みが苦手で、先生に頼んでなくしてもらったので、一人で読むことがない。日直は二人体制で号令をかけるので、安心して言える。発表するときに詰まっても、先生は何も言わないので気持ちが楽。また、クラスメイトも笑わない。悪い理由、健康観察で、はい。元気ですと言わないといけないので、つまらないかドキドキしながら待っている。休み時間、居心地は良い理由。喫音のことを知っている友達がクラスに一人と他のクラスに一人いるので安心で、指摘されたり笑われることがない。悪い理由、親しくないクラスメイトに
たまに真似されることがあり、会話中に不安を覚えることもある。新しい友達を作りたい時に積極的になれない。5年生ぐらいから、少し居心地が悪いようなものもあるみたいですね。幼虫はある程度、先生に配慮してもらってるんだけど、休み時間、既存のことをしている友達がクラスに一人、なんですね。親しくないクラスメイトにたまに真似されるってね、いうふうなことがあって、先生か、自分で喫音があって真似されるのは嫌だよっていうことを、言えるといいかなってね。中学高校生の方です。豆豆腐さん、高一、男子、今のクラス、居心地良いですか？良い。授業中、居心地は、喫音なのを先生が理解してくれてて、他の教員たちにも共有してくれて気持ちが楽になった。休み時間、居心地は、友達と話すのが毎日楽しい。他の喫音のある小中高生に伝えたいこと。自分が喫音だからって怖がらず、いろいろチャレンジしてみるといい。チャレンジしとけばよかった。って後悔してることが少しあるので、チャレンジは大事だと思う。そして、進学したり学年が変わった時には、良い友達をすぐ作った方がいいと思う。また、先生に言うのを怖がらず、どんどん言ってくのが良い。大体の先生はしっかり対応してくれると思うし、先生に自分のことを言うのはとても大事だと思う。とてもしっかりした高校1年生だなって思ってですね。メドップさんが言われるように、いろいろとチャレンジするのがいいのかなって思っています。高校はいろんな先生の授業を受けないといけないんでね。自分で言うてね。素晴らしいです。私に伝えたいこと。質問です。推薦入試と一般入試で大学に挑戦したいと思っているのですが、推薦入試の時の面接でどもってしまわないか心配です。事前に大学側に伝えることって可能だと思いますか？まだ2年も先の話ですが、今から考えておきたいなと思って質問しました。はい。とてもいい質問ですね。さっきも話したように、そんなことをあらかじめ伝えるって言うと、合理的配慮が得られるよって。具体的に伝えた人の体験談聞きましょう。大学からの返信。推薦入試で喫音への配慮事項。担当の面接委員全員に喫音のある受験生がいるので配慮が必要であること、受験生の喫音の程度など事前に明確に伝えておきます。約6名の集団面接となっているので、発言の順番を最後にします。受験生の発言は、時間的余裕を持って聞くように、面接委員に指導します。特に口頭試問では、受験生の対応をせかさず、発言の途中で面接委員が、言葉を挟まないように指導します。試験室に入室、退出する際の挨拶などを問題とせず、寛容な態度で臨むことを、面接委員に指導します。以上の小論文試験においても、試験監督にも配慮が必要な受験生がいること及び、時間的余裕と寛容な態度で受け答えすることを伝えておきます。こういう風な返事が来たら、本人は、大学に入ったらすぐ自分に喫音があることをみんなに知らせるんだっていう風なことで、母親は、喫音を理解してもらえることが子供を、こんなに変えるんだっていうことを実感しました。次ですね、ミンさん。ミンさん、4回目、中1、女子、今のクラス、居心地良いです。良い、授業中、居心地はいいです。先輩方や先生方はみんな優しくて個性の塊で、喫音も気にしてないです。休み時間、居心地はいいです。友達もたくさんできて、喫音でどうこう言う人もいません。本当授業中、休み時間、居心地いいんだなっていうのを伝えますね。うまくいくコツがあれば、また教えてください。チャットなので、書いてもらってもいいです。行きましょう。ななこさん、高一、男子、5月3今のクラス、居心地良いですか？わからない。授業中、居心地は、喫音が出て長く詰まる時も、みんな最後まで待って意見を聞いてくれる。休み時間、居心地は、休み時間を一緒に過ごす友達もできた。笑い通する子はいない。他の喫音のある小中高生に伝えたいこと。僕の場合は、自己紹介時に喫音あります。とアピールした方が、後々友達と接しやすくなります。5月3日に、こういうアンケートもらったんですけど、授業中、休み時間はそんなに悪くないのかなって思ったんですけど、それから10日後にまたメールいただいてですね。ななこさん、高一、男子、5月13日、今のクラス、居心地良いですか？わからない。授業中、居心地はやっぱり喫音が出る。出るのが分かってはいるけど、喫音が出ると、すごく傷つく。クラスのみんなは黙って聞いてくれる。ストレスが溜まって、朝から胃がとても痛くなり、一日休んだ。先生も気持ちを察してくれて、休み時間、居心地は少しずつ友達ができてきている。自己紹介で喫音が出ることをアピールしているからか、理解してくれる友達も多い。ただ、
仲の良い友達が他校へ進学し、自分のことをありのまま知ってくれている友達がいないことで、ストレスが溜まっている。こう、ギャップ、苦しんでいるのかなと思いますね。からかう人はいないんだけど、まだ居心地が悪いってね、のがありますんで、こういう風な場合とかは、面にフォローするのが大事だと思いますし、時間が経つにつれて、友達が増えるにつれて、居心地が良くなるとは思いますけど。まるちゃん、中学2年。男子、今のクラス、居心地は良い。授業中、居心地は、授業中はいつ刺されるか心配で集中できない。刺されて言葉が出てこなくて、クラスの雰囲気が悪くなるのが耐えられない。うまく取り繕えちゃうので、わざわざカミングアウトするまで至っていない。余計に隠そうと思って疲れる。学校だけでいつもヘトヘトで塾に行けていない。休み時間、居心地は、友達に質問されて答えるときに言葉が出なくて笑ってごまかしている。言いたいことが言えなくて誤解されている。それがとても苦しい。学年が変わることで、自分で、授業中と休み時間、居心地がいいようにできればいいんですけど、ね、僕が先生は、まるちゃんがとても合ってるってことは知らないんですかね。質問があって、話す言葉が出るの時間かかるんだよねっていうふうなことが、言えると話を、ゆっくり聞いてくれるのかなと思います。うにみさん、中3女子、今のクラス、居心地良いですか？わからない。授業中、居心地は？授業中は特に困らない。休み時間、居心地は？からかわれることはないけれど、自由に話していると連発が出たり、言葉が出なかったりして、話すのをやめることがあって、どうしたと言われることがある。ごめんって言って、話すのを諦める。会話が続かなくって申し訳ない気持ちになる。私に伝えたいこと。私は授業中ではなく、友達や家族とおしゃべりしている時に出ます。それはどうして？授業中は困ってないんだけど、友達と話す時に喫音が出て困るね。そもそも喫音って何なのかって言うと、話す時のタイミングが合わないっていうのは喫音なんですね。私よく言うのは、喫音、タイミングと話すのが怖いっていう風な二つのことのバランスで成り立っているっていうのがあって、実は程よい、緊張の時が一番どもらないっていうようなことで、家庭で緊張ゼロ、で、友達も緊張ゼロの時が、結構出るってね、いうのは、喫音って話す時のタイミングが合わないっていうもんだから、別に、本来の自分が出てて、それを自分で否定しないようにできたらいいなと思ってますね。最後の方ですね。総さん、支援学校高等部3年男子。今のクラス、居心地良いですか？良い。授業中、居心地は、発表の時に詰まってしまって涙が出てしまうことがある。先生はもういいよと優しく促してくれるので、それがホッとします。休み時間、居心地は、お友達の話を聞くことの方が多いです。他の喫音のある小中高生に伝えたいことを待っててあげるからいいよ。喫音が出て、涙が出る子いるんですね。それは、今からかれているわけじゃないんですけど、子供のことが、嫌なことの、積もったことが、出てるのかなって思ってて、僕は詰まるから涙が出て喋れなくなるっていうよりは、詰まってもいいからいっぱい喋っていると、その涙が出なくなると思います。いろんな人に話できるといいかなって、友達と話を聞くだけじゃなくて、自分が友達に質問したいとか、そういうのができるといいかなと思いますね。広い、コメントありがとうございました。